リアングレーハウンドのニアと暮らし始めて気づけば99週間が経ちました。先週ニアの抜歯が無事に終わり、3週間のリハビリ期間がスタートしました。でも予想通りなかなか大変です。ソファーからのジャンプやリビングを駆け回るのを止めるのはほぼ不可能。お昼寝から目覚めると家中を一回りしてからお気に入りのおもちゃを加えて持ってきます。そして投げてと言わんばかりにじっと見つめてくるのですが、近くに投げると不満顔、もっと遠くにと視線で訴えてくるのです。運動制限が必要な時期なので仕方なく週末の散歩を調整することにしました。短く切り上げると逆に家で走り回ってしまうので、ゆっくり長い距離を歩く作戦に。その結果週末はいつもより早起き、ちょっと寝不足気味ですが、その分帰宅後はよく休んでくれるようになりました。体力が有り余るニアにとって安静は難しい課題ですが、工夫しながら過ごすことで少しずつ落ち着きを見せてきた、そんな1週間でした。キャンプから帰って以来、ニアのトマト愛が一段と成長したようです。もともと自宅のミニトマトには興味津々で、茎や実をツンツンする姿がよく見られました。ところが最近は赤く熟れたミニトマトを見つけると自分からパクッとかじってしまうように。その結果収穫間近のミニトマトの多くがニアのお腹の中へ。気づけば育てた飼い主たちの口に入るのは唐辛子ぐらいになってしまいました。ただこの暑さでミニトマトの株も少しずつ元気をなくしてきていて、いつまでニアが楽しめるだろうと少し心配にもなります。気をつけたいのは、まだ青い実、未熟なミニトマトにはソマチンという成分が含まれていて、人間でいうじゃがいもの芽と同じように避けるべきものです。高く熟した実を選んで一緒に楽しむことが大切ですね。ミニトマトをめぐる攻防戦はまだしばらく続きそうです。2025年8月末、まだまだ夏の暑さが続いています。この日は東京で 38.5 度を記録。朝7時の時点ですでに30度を超えていて、地面はどんどん熱せられ、まるで灼熱の大地。そんな中、ニアのリハビリを兼ねて早朝散歩へ。板暮れは暑さに強いとどこかで聞いていたので安心していたのですが、さすがにこの日は違いました。ニアの呼吸が荒くなり、ハーハーとする時間が長くなったので、抱き上げてみると体温がかなり上がっていたのです。エジプトで飼われていた歴史から暑さに強いと思われがちな板暮れ。けれど実際に一緒に過ごしてみると、むしろ気温の変化にとても敏感で繊細な一面を持っていると感じます。冷房の効いた部屋で毛布にくるまってみたり、甘えるように近づいてきたり、まるで季節の天の弱。そんなギャップがまた魅力なのかもしれません。日本の夏はすっかり熱帯のよう。これからは早朝や夕方を中心に少しでも快適に散歩ができるよう工夫していこうと思います。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。